こんばんは。はるけです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手などを新しく追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがディフェンダー選手の最新版のティアリストになります。まずは D ですね。D に新しく追加した選手はいないんですけれども、前回からはバルデかな。アレックス・バルデ81の左サイドバック、バルセロナの選手、この人を下げたということになってます。で、そして続いては C ですね。C はですね、新しく入れた選手、レディオアクティブ、ティモシー・ウェアですね。あとは金のサリバだったりとか、コナテだったりとか、で、TOTW のランプティかなあたりを下げたと。あとはキム・ミンジェかも下げたということになってます。で、新選手としてレディオアクティブウェアはですね、ウイングバックの選手、サイドの選手としてスピードはね、90あるのは素晴らしいというふうに思います。で、ドリブルもある程度、軽い選手にはなるので、使っていて、その重みが感じるとかっていうのは全然ない選手に、なりますね。ただやっぱり冷静さの部分だったりとか、パスに関してもめっちゃうまいって方ではないんで、そういう風なところが、ちょっとこう、C ランクの理由かなと、思いますね。特にあとやっぱり33、ウイングバックなんでそんなスキル使うってことはね、ないと思うんですけど、逆足で中にね、向いた時に、逆足でパス出した時には、やっぱ結構弱くなったりとか、取られやすくはなってしまうので、そういう風な部分で、ちょっとこうマイナス点がね、個人的には多い、そういう選手になりますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、レディオアクティブ、マゼラウィ、そしてジンチェンコ、そしてダイナスティーズ、シュロッターベック、この3名を新しく追加をしました。で、あとはチアゴシューバ、センチュリオンズのチアゴシューバなんかを下げたりとか、あとはリュディガーだったりとかも、下げたという形になってます。で、マゼラウィですね。レディオアクティブマゼラウィは、この人はですね、もちろん、やっぱりサイドバックとしてスピード面がね、あるっていうのは素晴らしいというふうに思いますし、ある程度ね、取り切れる守備力っていうのも持ってます。インターセプトもしてくれる機会っていうのは全然、ありますし、取った後の、こう、もたつかなさ、ドリブルの軽さっていうのもあるんで、ちょっとこう、カンセロだったりとかに近い選手に、なりますね。またはこの人もやっぱり逆足さんっていう風な部分は、どうしてもね、気になる場面っていうのはありますし、プレイスタイル面でももちろんジョッキーのプラスはついてますけど、もう少しこう守備でガツッと取り切れるような、そういうこう本当にこう守備の部分、予測とかブルーザーとか、がついていたらより良かったのかなというふうに思いますね。で、あとはジンチェンコですね。ジンチェンコ。ジンチェンコに関してもですね、軽いサイドバックで、結構金の時だったりとか TOTW の時からはですね、非常にこの新イベントのカードでは大きく強化をされた選手かなと思います。で、パスもね、めちゃくちゃうまいんで、左足で出すことができればですね、結構いいパスを通してくれますし、ラストパスなんかも出せる、そういう選手になります。フィジカル面はね、どうしても気にはなってしまいますけど、ただ使いやすい選手で、多分ジャンル的には全然マゼラビーとね、同じような感じにはなるんで、使いやすいサイドバック、ちょっとこうボールで持ち運んでいきたいっていう、そういうサイドバックの選手をお探しの方はですね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、そしてダイナスティーズ、シュロッターベックですね、ニコ・シュロッターベックになります。もちろん左利きという風なことで LCB をね、任せれる貴重な人材だと、思いますし、インターセプトのね、プラスがついているので、センターバックとしてちょっとインターセプト面がね、素晴らしい選手になります。で、もちろん、こう、フィジカルも意外とあるし、空中戦もね、対応できる選手にはなるんで、全然悪くは、ない選手になります。ちゃんとこう弾き返してくれたりとか、取り切ってくれる場面っていうのも全然、ありますし、あとはリアクションもね、あって、冷静さがもうちょっとあればなっていう風なところではありますし、普通にありだなという風には思いますね。ただやっぱり逆足2っていう風な部分で、逆サイドにサイドチェンジするときに右足で蹴ってしまったときはどうしても、ずれてしまったりとか、弱くなってしまったりとか、っていうのはあるので、そこは気をつけた方がいいかなと思います。で、そして続いては A ですね。
A に新しく入れた選手はですね、レディオアクティブのグバルディオル、あとはダイナスティーズ、ティンバー、そして SBC で来ましたダイナスティーズ、リュカエルなんです。この3名になりますね。で、あとは能力が上がったブレーメルを前回からはこの A に上げているという形になってます。まずはですね、ダイナスティーズ、ティンバーですね。この選手はですね、普通にいいです。普通にいい。全然悪くはない選手で、ちょっとこう、クンデっぽい選手になりますね。センターバックとして、身長が低くって、小回りが効いて、ボールの持ち運びっていうのもある程度できるという選手になります。ペースもね、全然速いし、フィジカルもね、意外と気にはならない選手になるんで、結構この人はね、ありだなと。いうふうに思いますね。あとはやっぱり冷静さの部分で92なんで、やっぱりセンターバック、守備をする選手でペナライとかでごちゃごちゃってなって時でも、ちゃんと動かせたりとか、ちゃんと蹴ってくれるクリアとかすぐに蹴ってくれるっていうところも、やっぱりいいのかなというふうには思いますね。なんで本当に事故りにくい選手になるんで、結構本当にね、この人は普通に強くって、ケミが合う方はですね、十分使える選手かなというふうに思います。で、そしてレディオアクティブ、グバルディオルですね。この選手もですね、やっぱり、軽い選手にはなりますし、軽いのにしっかり取り切れる力っていうのもある。そんな選手になりますね。やっぱり能力以上にやっぱこの人の取り感っていうのはあって、本当にちゃんとガツンと取り切っては、くれますね。で、あとやっぱり逆足4っていう風な部分も素晴らしいですし、ティンバーほどではないですけれども、十分ドリブルで持ち運んでいったりとか、パスのね、うまさってもある程度はあるんで、結構この人も普通にありですね。で、ペースもね、何ら遅くはないですし、ちゃんと裏ケアのね、対応もできる選手にはなるんで、例えば危ないと思った時に、ブロックの、シュートブロックのね、このプラスがついているっていうのも、一ついいポイントかなというふうに思います。で、そして、あとは SBC で来ました、リュカエルナンデスですね。これと30万ぐらい、するんですけど、十分 A ランクに相当をする力っていうのは持ってます。守備力もね、高いですし、フィジカルはね、もうちょっと欲しいなっていうのはあるんですけど、特段別にそこまでマイナス点とは思わないですね。で、ちゃんと空中戦も、しっかりやってくれますし、あとはこういうのもね、左利きっていう風なことで、LCB をね、任せれる貴重な選手かなという風に思いますね。で、かつ、もともと左サイドバックやったからっていうのもあるのか、クロスがね、結構意外とセンターバックとしてはうまいという、そういう選手になります。ペースもね、結構上がりましたし、普通にセンターバックとしてやれる力を持ちながらですね、パスの部分がね、もうちょっと上手ければ、LB でも良かったかなっていうのは思いますけど、十分この人も強い選手になります。で、そして続いては S ですね。S に新しく入れた選手はですね、ダイナスティーズ・メンディ、そしてダイナスティーズ・アイコンのマルディニ、そしてレディオアクティブ・アラウホ、そしてダイナスティーズ・テオエルナンデス・リース・ジェームスと、この5名になります。まずはメンディですね。値段もさながらにめちゃくちゃ強い選手になりますね。やっぱり能力以上の強さを感じながらペースもめちゃくちゃ速くって、かつ逆足5という、もう本当に有能すぎる、ぐらいのサイドバックになりますね。プレイスタイル面でね、スライディングのプラスが、使う人によるかなっていうのは思うんで、ここが予測とかだったらまた、よりなんか本当に強かったのかなっていうのは思いますね。ただ、プレイスタイル、この人あんま関係ないぐらい、やっぱり理不尽なサイドバック LB にはなりますし、かなり希少価値っていうのが高くって強い、選手になりますね。ほんとなんか何でもできる LB の選手で、まずちゃんと守備もしながら、ちょっとこう普通にビルドアップにもちゃんと関わっていけるっていう選手になるんで、本当に非常に強いなというふうに思いますね。で、そしてダイナスティズアイコン、マルディーニですね。この人もですね、もう完璧ですね。現環境の中では本当にトップオブトップのセンターバックになると思いますし、ペースの煮上がりっていうのがでかかったりはしますし、本当にフィジカルでもね、強いし、もちろんディフェンス能力っていう風な部分でも、元々のマルディニ、ベースのマルディニからエグかったんで、そこもよりちょっと強化をされて、あとはインターセプトのプラス、ここついてるっていうのは、ちょっとでかいなという風に思いますし、あとは本当に積極性だったりとか、リアクションレーサーでね、特に95
ここがね、本当にえぐいです。本当にマジで勝手に取ってくれる力っていうのが、めちゃくちゃある選手に、なりますし、で、そういう選手がビルドアップもできる。逆足も読んで、ショートパスがね、めちゃくちゃ高くってっていう選手になるんで、これは本当に、マジでこの人持ってたら、簡単に取り切れるみたいな、そういうね、選手です。マジで理不尽さしかないという、そんなレベルですね。で、そして、レディオアクティブ、洗う方ですね。この人もですね、普通にやっぱり強い選手になります。TOTW は、まあちょっと、きついかなってなってきた時に、まあこのカードが出て、まあまたこう S ランクに、ね、なったという選手になるんですけど、速さと強さとごつさ、これがね、ある選手になりますし、エアリアルのプラスは、まあ、コーナーキックとかでね、活かせるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、ただ空中戦がね、もともとね、弱い選手ではなかったんで、まあ、これが予測のプラスとかだったらまたより良かったのかなというふうに思いますね。で、レジスタの部分がちょっと低かったりとかしますし、もともと身長やっぱでかいんで、まあ早めに、取った後早めになんか叩いたりとかした方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあそこだけですね、注意点としては。他のところは本当に素晴らしいし、めちゃくちゃプラスの要素として自分は見てるので S ランクに、なります。で、そして、あとは、テオかな。テオレナです。ダイナスティーズで来ましたテオ。この人はもう、えぐいね。で、さっきのメンディとかとも一緒ですね。本当にこの人もね、何でもできる。まず守備かな、特徴としてはもう本当に壁。守備能力めっちゃ、ね、そこまで高いってわけではないのにめちゃくちゃ強い。もうちゃんと取り切れるし、勝手に取ってくれるし、フィジカルでも負けへんし、スピードでもね、ちゃんとなんか追いつくし、マジでね、なんか短所がね、ないっていう、そんな選手になりますね。で、クイックステップのね、プラスも備えましたし、よりその速さっていう風な部分では負けない力っていうのを手にしました。この人も100万超えてるサイドバックになるんで、かなり価値のあるカード、にはなってますね。で、そして、リース・ジェームズですね。まあ、この人もですね、非常に強いです。十分強いし、一応プレイスタイルで予測とかはね、ないんだけれども、まあ、ちゃんとこの人も取り切っては、くれますし、パスのね、改善っていうのも見られたかなと思います。金の時から比べると。で、ジョッキのプラスをそのまま備えながら、ジョッキのね、しやすさっていうのは、変わらずいいですし、しっかりこう足を伸ばしてくれたりとかができる選手に、なります。で、一応ウィップドクロスかな、もついてるので、まあ、ちょっと上げて、ジェームズのクロスからっていう風なね、得点パターンも全然ありだと思いますね。スピードも速いんで、十分上がるサイドバックとしても、まあ、ちょっと優秀かなという風に思いますね。結構ね、メンディとテオの間ぐらいの使用感ですね。テオほどは重くないけれども、メンディほどは軽くないっていう、まあそれぐらいの選手にはなるんで、まあ多くの人が使いやすいって感じるぐらいのレベルの軽さにはなるんじゃないかと、思います。結構この強化カードはですね、プレミアナンバーワンの右サイドバックにはなるんじゃないかなというふうには思います。まあという感じでこちらが最新版のディフェンダー選手ティアリストになります。またですね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。